はい、皆さんこんにちは、高谷です。早いもので、今年2024年も残りわずかとなりました。今年はハイタッチ会やおしゃべり会、コンサート、ライブなど様々なイベントが開催されましたが、その中でも劇場公演は最も多く開催されたイベントです。僕もこの1年間で多くの劇場公演を見に行きました。今回は劇場公演を見に行きたいと思っている方に向けて、僕の経験をもとに劇場公演に関するデータや傾向を共有したいと思います。この動画では今年1年間で僕が劇場公演に行った回数やその公演ごとの座席番号などについて話します。この動画を見ることで HKT48 が年間で行っている公演数や公演の当選率、座席位置の傾向などがわかります。あまり公演を見に行かない人はもちろん、よく見に行く人にとってもとても興味深い内容だと思うので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この機会にまだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは早速本題に入りましょう。まずはじめに、今年2024年に HKT48 劇場で開催された公演数と僕が当選した公演数をお伝えします。2024年の全公演数は192公演。その中で僕が当選した公演数は33回でした。1年間で開催可能な公演数は1日2回公演を毎日行った 2×365 イコール730公演。うち実際に開催された公演数は192公演。つまり実際に開催できた公演数は全体の約4分の1でした。その中で僕が当選した公演数は33公演なので、今年は6回に1回の頻度で公演を見に行ったことになります。この33公演の内容に関しては全て過去に投稿しているので、チャンネルページからご覧ください。当選した33公演の演目ごとの内訳は、チーム H 目撃者公演が11回、チーム K4 ここになって天使を得る公演が12回、ひまわり組パジャマドライブ公演が3回、逆上がり公演が3回、7期研究生ラムネの味方公演が3回、5期生脳内パラダイス公演が1回です。どの演目にも均等に当選しており、偏りは全くありません。また公演の当選率は36公演に応募し、33公演に当選したため約 91.7% でした。ちなみに落選した公演は4期生×きびなごツーマンライブ恋愛禁止条例リバイバル公演7期研究生ラムネの味方公演初日の3公演のみです。つまり通常公演の当選率は 100% であり、生誕祭やリバイバル公演など特別な公演を含めても 90% 以上の確率で当選しています。そのため通常公演はもちろん特別な公演であっても応募すればほぼ確実に当選すると考えて良さそうです。それでは僕が当選した各公演ごとの座席番号を確認していきましょう。2024年初めて当選した公演は1月11日開催の目撃者公演でした。チーム H に昇格したばかりの6期生生野里奈ちゃん、北川ひいろちゃん、渋井美奈ちゃんが出演した公演です。座席番号は72番、前方ブロックの前から4列目、最も上手側の席です。1月26日開催のここにだって天使を得る公演の座席番号は110番、中央ブロックの前から3列目、下手寄りの席です。2月24日開催のここにだって天使を得る公演は公演初日から1周年2年目の最初の公演でした。座席番号は127番、やや前方の下手側の席です。3月1日開催の目撃者公演は淵上舞ちゃんが劇場公演出演回数900回を達成した公演。また劇場での声出しが解禁されてちょうど1年が経ちました。座席番号は115番、中央ブロックの前から3列目、センター寄りの席です。3月12日開催のパジャマドライブ公演の座席番号は二次受付で応募し224番、中央ブロックの後ろから3列目、下手寄りの席です。3月26日開催のここになって天使は得る公演は栗山里奈ちゃんが劇場公演出演回数300回を達成した公演。座席番号は12番、最前列の席です。4月10日開催のここになって天使を得る公演は正規メンバーへの昇格が決まった井原杏奈ちゃんと大内凛香ちゃんが昇格発表後初出演。また松岡花ちゃんが卒業発表して初めての公演でもありました。座席番号は150番、やや後方の下手側の席です。4月26日開催の目撃者公演は川平ひじちゃんがユニットを全制覇した公演。座席番号は17番、前方ブロックの下手側の席です。4月28日開催の目撃者公演は渋井美奈ちゃんの生誕祭。座席番号は249番、後ろから2列目の下手寄りの席です。5月15日開催のここにだって天使を得る公演は山下エミリーちゃんが卒業発表した公演。座席番
番号は176番、後ろから5列目のセンター寄りの席です。5月21日開催の目撃者公演は、舞台体育教師たちの憂鬱にチーム H メンバーが多数出演のため、チーム警報メンバーが5人も出演した公演。座席番号は61番、前方ブロックの前から4列目、センター寄りの席です。5月28日開催のここにだって天使は L 公演の座席番号は当日券で応募して246番、下手側最高列の席です。6月12日開催の目撃者公演は5月9日にお披露目された7期生の中野みなみちゃん、松本まかちゃん、吉田芽衣ちゃんの3人が初めて前座に出演。座席番号は37番、前方ブロックの前から3列目、下手側の席です。6月22日開催のここにだって天使は L 公演は非常に珍しく通常公演でありながら満席だった公演。座席番号は242番、下手側最高列の最も端の席です。6月26日開催のパジャマドライブ公演は市村愛理ちゃんが初めて天使の尻尾に出演し、さらにセンターだった公演。座席番号は186番、上手側の花道のすぐ隣の席です。7月4日開催のここにだって天使は L 公演は山下エミリーちゃんが劇場公演出演回数700回、立花心ちゃんが100回を達成した公演。座席番号は二次受付で応募して214番、上手側花道のすぐそばの席です。7月13日開催のパジャマドライブ公演千秋楽の座席番号は7番、最前列のセンター寄りの席です。7月17日開催の逆上がり公演初日の座席番号は118番、中央ブロックの前から3列目、上手寄りの席です。7月31日開催の目撃者公演は青木ひな子ちゃんが初めて前座に出演したことで7期研究生16人全員が前座デビューを果たした公演。座席番号は二次受付で応募して172番、やや後方の下手側の席です。8月13日開催のラムネの味方公演は初日を終えて2回目の公演。座席番号は126番、やや前方の下手側の席です。8月15日開催のここにだって天使は L 公演は夏祭り公演。座席番号は19番、前方ブロックの下手側の席です。8月31日開催のラムネの味方公演の座席番号は229番、中央ブロックの後ろから3列目、ど真ん中の席です。9月3日開催のここにだって天使は L 公演の座席番号は90番、中央ブロックの前から2列目、センター寄りの席です。9月10日開催の目撃者公演の座席番号は64番、前方ブロックの前から4列目、センター寄りの席です。10月6日開催の目撃者公演は荒牧美咲ちゃんが卒業を発表した公演。座席番号は14番、最前列の席です。10月15日開催の逆上がり公演の座席番号は44番、前方ブロックの前から3列目、ど真ん中の席です。10月18日開催の目撃者公演は最上奈々香ちゃんが卒業を発表した公演。座席番号は当日券で応募して253番、中央ブロックの後ろから2列目、センター寄りの席です。11月2日開催のラムネの飲み方公演の座席番号は二次受付で応募して172番、やや後方の下手側の席です。11月9日開催の逆上がり公演は当日から劇場ロビー内にチーム神奈川のブースが展示。また劇場近くのマークイズ福岡桃地で桃地浜ラジオ局のパーソナリティである伊藤ゆれちゃん、栗原さえちゃん、石橋いぶきちゃん、柳瀬玲也ちゃんの4人による牧場絞り800個売りますチャレンジ牧場絞り即売会が行われました。座席番号は二次受付で応募して190番、上手側花道の目の前の席です。11月19日開催のここにだって天使は L 公演の座席番号は96番、中央ブロックの前から2列目、センター寄りの席です。11月23日開催の脳内パラダイス公演は5期生7人によるリバイバル公演。座席番号は105番、劇場出口のすぐそばです。12月13日開催の目撃者公演は淵上舞ちゃんの生誕祭が延期され通常公演になった公演。座席番号は12番、最前列の席です。12月18日開催のここにだって天使は L 公演の座席番号は33番、前方ブロックの前から2列目、上手側の席です。以上で各公演ごとの座席番号を列挙しました。次はこれを踏まえて座席位置の傾向を見ていきましょう。こちらの座席表で赤く塗りつぶされている箇所が今年1年間で僕が当選した座席です。当選した公演数33回中、前方ブロックは12回、うち4回は最前列の席です。つまり前方ブロックは3公演ごとに1回、最前列は11公演ごとに1回当選していることになります。また全座席数284席の半分
半分、142席よりも前の席は20回であり、2公演に1回以上当選しています。最も後ろの席でも当日券で応募した253番であり、最高列及び立ち見席は今年は一度もありませんでした。立ち見席は2時間以上ずっと立ちっぱなしなので、体力的に厳しい人はいると思います。しかし、立ち見席まで埋まる公演は少ないので、その心配はあまりありません。ちなみに二次受付で応募した時の最も若い座席番号は172番です。一次受付で応募した人よりも前の席になることはないので、二次受付で期待できる座席番号は172番前後ということになります。また、当日券で応募した時の最も若い座席番号は246番でした。二次受付と当日券の詳細は過去の動画で解説しているので、そちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。他にも全体的に上手側よりも下手側の席が当選している傾向があります。しかし、上手側と下手側の座席数に偏りはないので、おそらくは偶然だと思います。以上で HKT48 が年間で開催している公演数や公演の当選率、各公演ごとの座席番号、座席位置の傾向を解説しました。応募すればほぼ確実に当選する上、後方席は空席が多いので、意外と前方の席で公演を見ることができます。興味のある方はぜひ劇場公演に応募してみてください。この動画が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄にHKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。